もし地球が止まったら、ぐるぐるが止まると世界はどう変わる？こんにちは。みんな、地球が毎日くるくる回っているって知っているかな？お日様が昇ったり沈んだりするのも、この自転のおかげなんだよ。でももし、ある日、地球がピタッと止まっちゃったらどうなると思う？朝がずっと来なくて、お休みの宿題がずっと終わらない。なんて心配する子もいるかもしれないね。実は、地球が止まると大変なことがいっぱい。でも安心して、これは、みんなで考える。もしものお話、みんなの好きな恐竜や、車の話も交えながら、わかりやすく探検していくよ。さあ、シートベルトをしっかり締めて、ワクワクドキドキの地球が止まったらどうなる？冒険に出発だ。第一章、地球のぐるぐるパワーと不思議な力。さて、僕たちの住む地球は毎日ぐるぐる回っていること知っているかな？まるで遊園地のコーヒーカップみたいに、地球は自分で自転というスピンをしているんだ。ぐるぐる、僕の1日は24時間だけど、赤道の周りでは時速1700キロぐらいの速さで回っているんだって。僕もびっくり。そんなに速く回っているのに、私たちは普通に歩いたりご飯を食べたりできるよね。これは感性という不思議な力のおかげ。動いているものはそのまま動き続けようとする性質を持っているんだ。例えば滑り台を滑っている時に急に止まろうとするとどうなる？体が前に進もうとして止まりにくいよね。これが感性。地球もぐるぐる回っているから、その動きを止めるにはとてつもないパワーが必要なんだ。僕を止めるなんて巨大なスーパーヒーローでも無理だよから。だって僕のぐるぐるパワー、回転エネルギーはとんでもなく大きいからね。そうなんだ。地球が回り続けてくれるおかげで、朝が来て夜が来る。星やお日様が動いて見えるのも、実は地球が回っているからなんだよ。でももしこの時点が止まったら、次の章では、このぐるぐるパワーが急になくなると、僕たちの世界がどんな風に変わるのか、もっと詳しく見ていくよ。お楽しみに。第二章、大気と海の大暴走。さあ、第2章では地球の自転が止まったら、空と海がどうなるのか、想像してみよう。地球が急にピタッと止まると、一番困るのは実は僕たちが吸っている空気と、泳いだり釣りをしたりする海なんだ。こんにちは、僕、風くん。普段は爽やかなそよ風から強い台風まで、いろんな顔を持っているけど、地球が回る速さに合わせて吹いているんだ。もし地球が急に止まっちゃったら、僕は止まれない。さっきまで時速1700キロで走っていた地面が急に止まると、僕は勢いよくそのまま進んでしまう。想像してみて、髪がぐちゃぐちゃになるどころじゃないよ。お家も木も車も飛んでっちゃうくらいのスーパー暴風が吹き荒れるんだ。そう、これこそ感性の力。動いているものは動き続けようとする性質のことだね。風くんだけでなく、海の水も同じなんだよ。やっほ、私は海ちゃん。大きな鍋でブツブツに入れているスープのように、いつもゆらゆら浮いてるよ。地球が回っているおかげで、波はゆっくり岸辺に打ち寄せているの。でも地球が急ブレーキをかけたらどうなる？そう、鍋を急に止めたらスープがこぼれるみたいに、私の水もものすごい勢いで横へ流れていくの。
しかもその速さは飛行機より速いから、巨大な壁のような波が山やビルを丸ごと飲み込んじゃうかもしれないんだ。風くんも海ちゃんも今までのぐるぐるスピードをそのまま持っているから急には止まれない。地球全体が大きな滑り台みたいなもので、途中で止まったら体が前に飛び出すのと同じなんだね。想像するだけで大変。でもみんな安心して。この物語はもしもの世界のお話。現実には僕たちが一気に暴走することはないよ。地球がちゃんとぐるぐる回っている間は、そよ風も海の波もみんなの味方さ。そうそう、地球が回ってくれるからこそ、私も静かな波を寄せることができるんだ。もし動きが止まったらって考えるとちょっと怖いけど、だからこそ今の地球のありがたさがわかるよね。さて、空と海が暴走しても地球は次のステップへ進むよ。次の章では地球の自転が止まった後、昼と夜がどんな風に変わるのか、もっと面白い話が待っているよ。お楽しみに。第3章、6ヶ月の昼と6ヶ月の夜。第3章では地球の自転が止まった後の昼と夜の不思議な変化を見てみよう。みんなが毎日当たり前に迎えている朝と夜がなんと半年ずつになっちゃうんだ。僕が半年間ずっと照らし続けるの？それじゃあ眠るいとまがないよ。私は半年間ずっとヨガ。ずっと暗いままだと星空観察にはぴったりだけど、寝すぎちゃいそうだね。地球が回らなくなると太陽が昇ったり沈んだりしなくなるので、片方の半球は半年間ずっと昼、もう片方は半年間ずっと夜なんだ。昼側はまるで巨大なオーブン。暑くて水がぐつぐつ沸騰し、植物も干からびてしまう。反対に夜側は冷蔵庫の中みたいに極寒で、氷が何メートルも熱くなり、暖かいお家が恋しくなる。ずっと昼だと夜更かしし放題なのかな。でも暑くて眠れないかも。夜ばっかりの場所では学校がお休みでいいなって思ったけど、真っ暗で怖いし寒いよね。そう、どちらも大変。だからその真ん中、昼と夜の境目のトワイライトゾーンが一番住みやすくなるかもしれない。そこはずっと夕方のような光が続いて、暑すぎず寒すぎないんだ。半年も照らし続けるのは大変だけど、みんなが僕の光を楽しんでくれるなら頑張るよ。私も長い夜を素敵に演出してあげるね。星座のお話や月のうさぎの餅つきもゆっくり楽しんでね。でもこの長い昼と夜は生き物や植物にとって大きな試練。私たちの世界は今のように24時間の1日があるからこそ豊かな自然と暮らしが成り立っているんだね。さあ、次の章では地球が止まることで起きるもう一つの大事件、海や大陸の大移動について見ていこう。びっくりするような大変身が待っているよ。第4章、地球の形が大変身、海と大陸の大移動。第4章では止まった地球の形がどう変わるかを見てみよう。自転している地球は遠心力の影響でお腹、赤道がちょっと膨らんでいるんだけど、ぐるぐるが止まるとその膨らみがしぼんでまん丸なボールみたいになっちゃうんだ。あれで、なんだかウエストが細くなったみたい。ダイエット成功って喜んでいいのかな。実はこのウエストの細さが問題。遠心力がなくなった地球は重力で均等に丸くなり、今まで赤道周辺に集まっていた海の水が
滑り台だ。とばかりに北極や南極へ流れ出すんだ。はい、滑るから。でもちょっと待って。南極と北極に水が集まると、大きな海が2つできちゃう。私は赤道の周りにいたいのに、代わりに赤道は陸地がニョキニョキ現れ、ぐるっと一周する大陸リングみたいになるんだ。こんにちは、大陸さんです。今まで水の中に隠れていた場所が顔を出すよ。もしかしたら新しい山や丘が生まれて、地図が大きく変わるかもしれないんだ。赤道には広い陸地の輪っかができ、北と南には巨大な海。地球の風景はすっかり変わってしまう。でもこの話はもしもの世界の出来事。実際には地球は毎日ちゃんとぐるぐる回っているから安心してね。新しい姿、ちょっとおしゃれかな。でも水は大切だから、やっぱり今の僕が一番だね。そうだね。今の地球の姿は遠心力と重力の絶妙なバランスでできているんだ。次の章ではこのバランスが崩れると地球の中で起こるもう一つの大事件、磁石にも関わる地球の磁場について見てみよう。まるで魔法みたいな不思議な力だよ。お楽しみに。第5章、地球の魔法のシールドと内側の秘密。さあ、第5章では地球の中で起こっている不思議な現象と見えない盾のお話だよ。みんなは磁石を知ってるよね。冷蔵庫にペタッとくっつくあれ、実は地球自身も大きな磁石みたいなものを持っていて、宇宙からの怖い粒や光から私たちを守ってくれているんだ。僕の中心には溶けた鉄のスープがぐるぐるかき混ぜられているんだよ。このスープは熱くてドロドロ、ぐるぐる混ざることで電気が生まれて磁力のバリアができるんだ。このバリアは磁場といって、宇宙船がバチバチ当たるのを防いでくれるんだ。まるで透明な傘みたいなんだ。ぐつぐつぐるぐる。私は鉄シェフ。僕たちが一生懸命スープを混ぜているから磁石の力が保たれているんだよ。でも自転が止まったらどうなるかな。混ぜる速さがだんだんゆっくりになって電気が弱くなる。すると磁石の力が弱まり、コンパスの針もぐるぐる迷ってしまうんだ。から僕の針がくるくる迷ったら、みんな来たかどっちかわからなくなっちゃう。山登りや海の航海で迷子になっちゃうよ。ちょっとだけお邪魔しますから。地球のバリアが弱くなったら、僕たち宇宙船がたくさん降り注いじゃうよ。クカクカと光って電子機器を飛ばしたり、人体に悪さするかもしれないんだ。そうなんだ。磁場が弱くなると宇宙からの危険な粒や光が増えて、人工衛星も大変。エッセイさん、どう思う？私は地球の周りをぐるぐる飛んでいる衛星さん。磁場が弱まったら、太陽の風や宇宙船で僕の回路がショートしちゃうかもしれない。テレビ放送や GPS も受信しづらくなるんだ。僕たち衛星は地球のシールドに守られているから今のように働けるんだよ。だから地球のぐるぐるは、地球の中の鉄シェフと一緒にすごい仕事をしてくれているんだね。でも安心して、もし自転が止まっても磁場が完全に消えるには数千年から数百万年もかかると言われているし、実際には地球は今日もしっかりぐるぐる回っているから大丈夫。僕が元気に回っている限り、僕の魔法のシールドはみんなを守っているよ。コンパスくんも衛星さんも宇宙船マンも安心してね。地球の中ではこんな不思議なことが毎日起きているんだ。次の章では、地球の変化が動物たちや植物、人間にどんな影響を与えるのか、もっと身近な視点で考えてみよう。猫もウサギもびっくりするようなお話だよ。楽しみにしていてね。第6章、生き物と人間の大冒険。第6章では、
地球が止まって長い昼と夜が生まれた時、動物や植物、人間にどんな影響があるか見ていこう。想像してみて。半年間昼が続く世界と半年間夜が続く世界。生き物たちはどうやって過ごすのかな。だから僕の昼寝タイムはどうなるの？ずっと昼だと眩しくて眠れないし、ずっと夜だと眠りすぎてお腹が空いちゃうよ。私は夜行性だから半年夜が続くのは良さそうだけど、昼が半年も続くと目がチカチカしてしまうわ。仲間とおしゃべりする時間がずれるかも。そう。動物たちは日が出る時間を基準にご飯や睡眠のリズムを決めているので、長い昼や夜になれるのは大変なんだ。それに植物は光合成で太陽の光が必要。半年間真っ暗だと光が足りなくて枯れたり、逆に暑すぎる昼が続くと葉っぱが焼けてしまう。こんな長い昼と夜じゃ、夏野菜も冬野菜も育てられない。畑は干上がるか凍りつくか。でも工夫すれば、トワイライトゾーン、昼と夜の境目の土地で新しい作物を育てる方法が見つかるかもしれないのじゃ。学校はどうなるの？夜だけの街ではずっと寝てばかり。昼だけの街では夜更かしし放題。先生はきっと、今日は長い夜だからお休みです。とか言うのかな。人間は賢いので、新しい環境に合わせて生活を変える力があるよ。昼が半年続くところでは日射をしのぐドームを作ったり、夜が長いところでは人工の光で明るくしたり、多くの人は朝夕が続くトワイライトゾーンに移り住んで、程よい光と温度の中で暮らすようになるかもしれない。働き方や学校の時間も変わって、みんなで協力して新しいリズムを作るんだ。この章では、地球の変化が生き物や人間にどんな影響を与えるかを考えてみたよ。実際にはこんな世界にはならないけれど、もしもに備えて自然や環境の大切さを学ぶことは大事だね。次の章では、この物語がどこまで現実的なのか、科学者がどう考えているのかを見てみよう。ワクワクする科学の世界が待っているよ。第7章、現実はどうなのを科学者の目線で考えてみよう。さて、第7章では、もし地球が止まったらという話を現実の世界と比べてみよう。今までのお話は全部もしもの想像だったけど、実際には地球はどう動いているのか、科学者さんに聞いてみよう。こんにちは、私は科学者さんです。地球が自転をやめるなんてことは自然には起こりません。地球は約46億年前にできた時からずっと回り続けているんですよ。動いているものは動き続ける性質がある。これを慣性と言います。ので、止めるにはものすごく大きな力が必要です。僕が地球にブレーキをかけてみようかな。ともしな。科学者さんによると、地球のぐるぐるを止めるには、世界中のロケットを何億回も打ち上げるくらいのエネルギーが必要らしい。まるでお砂糖を一粒ずつ集めて山にするようなものだね。そうそう、実際には月の引力が地球をほんの少しずつ引っ張っているので、自転は1世紀に数ミリ秒ずつゆっくりと遅くなっています。でも、1日が1秒長くなるのに数万年もかかるほどゆっくりなので、私たちが気づくことはありません。へえ、私は地球の潮の動きを作りながら、ちょっぴりブレーキをかけているんだ。でも地球が止まるなんてことはないから安心してね。このお話を通して分かったのは、自転が止まると大変なことが起きるけれど、実際に止まる心配はないということ。
科学者はこうした思考実験を使って自然の仕組みを理解し、私たちに分かりやすく伝えてくれるんだ。みんなも、もしもこんなことが起きたらと考える力を大切にしよう。それが科学の第一歩です。さて、次はいよいよエンディング。ここまでのお話で学んだことを振り返り、地球のぐるぐると私たちの生活のつながりについて考えてみよう。最後まで見てね。エンディング、まとめとメッセージ。長い旅にお付き合いありがとうございました。オープニングから第7章まで、もしも地球が止まったらどうなるのかを一緒に考えてきましたね。ぐるぐる回る地球の不思議、空と海の大暴走、長い昼と夜、地球の形の大変身、魔法のシールドの秘密、そして生き物や人間社会への影響。想像の世界はワクワクするけど、現実には地球は今日もぐるぐる元気に回っていて、私たちの生活を支えているんだということも学びました。僕の昼寝もちゃんと毎日あるし、夜が来たらぐっすり眠れる。やっぱり今の地球が一番だね。思考実験は面白いけれど、本当に大切なのは今ある自然や環境を大事にすることです。地球のぐるぐるやお日様の光、風や雨、みんなのおかげで生き物も人も暮らせています。そうだね。僕はずっとぐるぐるしながらみんなの住む場所を守り、豊かな自然を育んでいるよ。時々自分が止まったらどうなるか考えてみると、今の当たり前がどれだけありがたいかが見えてくるね。この動画を見て、科学の世界への興味が少しでも大きくなったら嬉しいな。疑問に思う気持ちや、もしもを考える力は、未来を作る第一歩。地球の不思議をもっと知りたいと思ったら、ぜひ本や他の動画で調べてみてね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは他にもワクワクする科学のお話を紹介しているので、興味があったらまた遊びに来てね。それでは、次の冒険でお会いしましょう。バイバイ。